こんにちは。魂のリコーダー奏者辺母陽一です。今回はなかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座と題しまして、リコーダーのみならず管楽器全般の皆さんがぶち当たるようなさまざまな問題に一つ一つスポットを当てて、誰でも習得できるように丁寧に楽しく皆さんにご説明していきたいと思っております。第1回目は腹式呼吸についてです。管楽器をやったことがある人なら誰でも耳にする言葉、腹式呼吸ですけれども、お腹から声を出せ、お腹から音を出せ、お腹の奥の方に深く吸えなんていうことがありますけれども、実際はどういうことなのかなと思うことが多々あると思います。今回は腹式呼吸のメカニズムを学ぶとともに、それをどのように使って実践していくのか、また腹式呼吸に使う筋肉、必要な筋肉ですね、それをどのように鍛えていくのかということを皆さんで考えていきたいと思います。長い動画にはなりますが、最後までお付き合いください。腹式と胸式、この違いと仕組みですね、これについて考えてみたいと思います。もうこれは実際に見てもらった方が早いです。ということで、私が、今から両方やってみせますので、その違いや、仕組みどうなってるんだろうなっていうことを考えてみてください。さて、ここで実際に胸式呼吸と腹式呼吸の違いを目で見てみましょう。まずはですね、胸式呼吸、簡単です。肩や胸をこう広げる、もしくは上げるというような呼吸になります。実際どうなるかというと、ご覧いただけましたでしょうか。肩、胸のあたりがすごく膨らみましたね。でそれに対して腹式呼吸というのは、実際にはですね、肺の周りに肋骨がありますね。肋骨の周りのことを胸郭と言いますけれども、この胸郭よりも下のこの柔らかい部分ですね、ここを膨らます呼吸が腹式呼吸になります。どうなるかと言いますと、ちょっとやってみます。こんな感じです。どうでしょう。思った以上にすごくお腹が膨らんだっていうことがよく分かったのではないでしょうか。これをやるとですね、もう大体中学生高校生、ああ先生メタボみたいな話になるんですけれども、メタボかもしれませんが、それよりもですね、実はすごいここの周りに筋肉があるんですね。で、この腹式呼吸なんですけれども、どういうふうになっているかと言いますと、肺の下ですね、肺の下のところに横隔膜というクローバー型筋肉があります。横隔膜、皆さんの横隔膜はよくわからないと思うんですけれども、よく聞くのはですね、何かというと牛の横隔膜ですね。皆さんよく知ってると思いますよ。牛の横隔膜、ハラミですね。皆さんのハラミがどういうふうに動いているのかっていうことを考えてほしいんですが、この横隔膜がですね、こう下の方にこういう形で広がっていきます。でこれをこうやって上げたりする、この運動によってお腹が膨らんだりへこんだりします。ということなので、お腹が膨らんだりとかですね、へこんだりするっていうのは、実は空気だけではなく、その周りにある内臓がこうやってね、押し込んでこうどんどん膨らんでいくという、そういう呼吸になります。でそれに対して、
胸式呼吸というのはここの部分ですね。主に多分2つの筋肉だと思うんですけれども、肋骨の間にある肋間筋という筋肉と、この喉のこの横の辺りですね、この辺にある、正式な名前はちょっとよくわからないんですが、私は呼吸筋と言ってますけれども、この筋肉がですね、肋骨胸郭をですねこう引き上げることによって肺のボリュームをコントロールする、もしくはここの肋間筋も引っ張って広げることで呼吸する、この呼吸が胸式呼吸となります。ちなみにこの胸式呼吸で管楽器を吹いてはいけないっていうことはなぜなんだろうって思う人もたくさんいると思います。で、この胸式呼吸がなんでダメかと言いますと、皆さん一回ですね胸式呼吸でたくさん吸っていただいて、でそのまんま、止めてみてください。ちょっと私と一緒にやってみましょう。肩や胸をたくさん広げて、呼吸をするということになるんですけれども、まずは一番大事なことですね。まず吐きます。ふー、いっぱい吐いてください。ふー。でそこから皆さんで吸ってみましょう。胸式です。3、はい、止めてみましょう。どんな感じがしましたか？これ皆さんとっても苦しい感じしますよね。これなんでこんなに苦しいんでしょうか？ここが一番のポイントなんですけれども、先ほど説明した通りですね、この胸式呼吸をやるときはこの呼吸筋や肋間筋を使ってこの胸郭を広げるわけですけれども、この2つの筋肉基本的にこう広げる、引っ張ったりとかするっていうことは得意なんですけれども、それをですねそのままキープしたり、もしくはこう押すというような作業には全く向いていない筋肉なんですね。ということはですよ、胸式で呼吸を止めるということはどこか他の力を頼って止めなきゃいけないんです。ここでどこで止めているのかということを考えながら、もう一度胸式呼吸で吸ってみましょう。もう一回いきます。もう一回吐きますよ。3、はい、ふー。でそれで吸ってみましょう。止めます。皆さん分かりましたか？これはですね、例えると風船を膨らましてで止めるのと同じようなことをしています。皆さん風船を膨らましたらどうやって縮むのを止めますか？頭の部分をこう手で閉じて止めることになりますよね。そう考えると我々はどうやって肺をこう閉じるのを防いでいるかと言いますと、気道ですね、この喉のところ、これを閉じることによって息を止めてるんです。ですのでそもそも管楽器を演奏するということは、ここから息が出なきゃいけないわけなので、ここ閉じるということは矛盾ですよね。でそれと同時にですね、こう疑似的に首が締まってしまったような状態になります。リコーダー演奏するのに息を出さなきゃいけない、指もたくさん動かさなきゃいけない、音楽のこともたくさん考えなきゃいけない、すごく忙しいんです。こんな忙しい中で首が締まってるような状態になるっていうことは非常にマイナスだということがよくわかると思います。それと同時にですね、これすごい大事なことなんですけれども、練習とか、いろんなことをすることに関してですね、こうやっぱり苦しい状態になりますので、頭にこう酸素がこう回らないような感じになるんですけれども、そうするとこう練習の能率にも非常に関係してくるんですね。ということで、管楽器
だけじゃないです。これはもう本当に運動をする人なんかにもすごい言えることだと思うんですよね。だからよく話をしてるんですけれども、運動の学生なんかで、僕はすごい緊張するタイプの人間なんですなんていうふうな相談をされたりとかもするんですけれども、大抵の子がですね、腹式呼吸ができていないということがよくあります。そうするとどうなるかというと、本番は確かに緊張するっていうのはあると思うんですが、それよりも何よりも腹式呼吸ではなく胸式呼吸でいろんなことをすることによって、知らず知らずのうちに喉を閉じるような感じになってるんですよね。だから喉がこわばるような感じになるんですけれども、そうするとなんか苦しいっていうふうに感じるようになるんですね。この苦しいっていう感覚が緊張するということと非常に似ているものなので、もう人間としては自分はなんか今日はすごい緊張してるのかもなんて思うことがとっても多いんですね。そうするともうダメで、負のスパイラルですね。もう緊張してるかも、苦しい、緊張してるかも、苦しいというような感じになって、本番全く力が出せないっていうようなパターンがよく見受けられます。普段はね、両方使っていただいていいと思うんですけれども、何かするときはですね、勉強するときも多分同じだと思うんですよね。そういう時も昔から丹田でね、このお腹のこの辺のあたりですね、で呼吸しろっていうのは、よく言ったものですけれども、何をするにしても腹式呼吸というのは大事になっていきますので、これを一生懸命皆さんでね、勉強していきたいと思っております。それでは実際にどのようにして腹式呼吸を勉強したらいいかということをやってみたいと思います。まずはですね、腹式呼吸、強制的に腹式呼吸にする方法があります。どうするかというと、まずはお腹のあたり、柔らかいところですね、ここに手を当てて前屈をします。前に体を倒すんですね。こういう感じになります。でこの状態で息をたくさん吸ったりたくさん吐いたりしてみてください。やってみましょう。まず吐きます。吐けるだけ吐いてください。そこから吸ってみましょう。もう一回いきます。吐きます。いっぱい吐いてくださいね。でもう一回吸いましょう。3、はい。どうでしたでしょうか。もうこのお腹の前、横、後ろですね、ここまですごく膨らんだのが分かったんじゃないかなと思います。これやってみればもう一目瞭然で、倒すとですね、必ず腹式呼吸になるんです。でそれはなぜかというと、前に倒すと、胸がブロックされたような状況になります。ですので倒すとですね、胸に入れようと思っても入れられないんです。ですので仕方なく腹式に全部呼吸、下の方に息がいっぱい入るようになるんですね。でこうやって皆さんやっていただいてよく分かったと思うんですが、これ別に特別な方法じゃないんです。特別なことじゃないんです。誰にでも腹式呼吸はできるということが分かると思います。ただその方法、やり方を知らないだけなんですね。でもちろんこれ体験したからといって突然この状態で息を吸ったり吐いたりで腹式ができるわけではないと思います。じゃあどうすればこれができるようになるのか。簡単です。90度倒れれば腹式できますので、この状態でやることを覚えます。まずは覚えるといっても必ずこうなるんですけど、いっぱい吸ったり吐いたりしてください。でこれができたなと思ったら20度ぐらい上げてもらいます。それでさっきと全く同じことができるかやってみましょう。できたな
と思ったらまた20度ぐらい上げます。でこの僕のこのベルトがキシキシ言うのでお腹がすごい膨らんでるのが分かるのではないでしょうかね。で同じようにできたらまた20度ぐらい上げるんですね。これね、気をつけなきゃいけないのは45度超えたぐらいからかなり胸のブロックがなくなってきますので、入れようと思うと上の方にどんどん入ってきてしまいますので、必ず90度倒した状態で同じようにできるように練習してみてください。でもしできなかったらまた一歩戻る、20度ぐらいまた下げて練習してみるということがすごい大事になります。でこれをやっていって 4,5 回でこの状態に戻ってきて、上に全く入らずこの下の部分にいっぱいたくさん空気が入るように練習してみましょう。こんな感じですね。僕の肩は全然上がらないのがよくわかると思います。よくあるのはこの辺の中途半端なところも膨らんでしまうという方がいますが、ここは本当に意味がないので、この胸式の部分ではなく下のこのお腹の柔らかい部分が膨らむということを意識して、で上に入らないようにというふうにならないようにですね、練習してみてください。なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座、いかがでしたでしょうか。私の情報はこちら LINE アット公式アカウント魂のリコーダー奏者変母陽一にて最新の情報をお届けしています。ぜひご登録ください。また Twitter や Instagram もありますのでご覧いただければと思います。それではなかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座でまたお会いしましょう。アディオース。